はい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 、こんにちは。小豆島の漁師浜優です。で、今回はですね、廃航路シリーズ第2弾ということで、廃航路にカゴとベラ立てって言って、目の細いベラとかを取るやつ、その2点を仕掛けてやってみたという動画でやっていきたいと思います。それじゃあまず網を仕掛けに行きましょう。レッツゴー。はい、それでは港の方にやってきました。こちら冷凍庫を開けてカニ味噌ですね。これは僕が個人的に晩酌日本酒とね行くのに買いました。うまいですよね。カニ味噌ちょっといって日本酒クッと飲んでプシューみたいな感じで、それは置いといて、本題のですねカニカゴじゃないわ、なんだっけ、カニ味噌からカニカゴって言っちゃった。アナゴカゴの餌であるサンマを取り出して、でカゴも船に積み込んで船外機を下ろしてエンジンをかけて、それでは沖の方に向かっていきたいと思います。今回はですね廃航路となったフェリー第2弾ということで、廃航路となってしまったところにあるフェリーの方にですね向かっていきたいと思います。当然いつものように GoPro を加えていい映像も撮れるように頑張っていきましょう。レッツゴー。はい、というわけで廃航路となった船のところへやってきました。じゃあね、カゴを入れていきましょう。ついでにベラ立てとかも入れていきたいと思います。レッツゴー。何回すんねん。はい、OK。しょうもないツッコミをしたところで、こちらが廃航路となってしまったところにあるフェリー、ブルーラインさんでございます。ブルーライン、もともとですね1年半ぐらい前にできた船かな。もともとはブルーのライン1本入ってて、すっごいいいデザイン。これもね、これで僕は好きなんですけど、前の方がデザインとしては好きでした。そんな僕の好きだった船だったんですが、残念ながら今年の4月に廃航路となってしまいました。それではその周りにカゴを入れていきたいと思います。餌であるサンマをカゴの中に入れて、でロープが張ったらカゴを入れていく。ひたすらこれの繰り返し、単純な作業の繰り返しです。それでは最後のカゴを入れ終えたところで、カニカゴじゃないわ、まだ引きずってる、カゴやりは終わりで、こちらはベラ立てキス立てといってですね、網の目が少しこんまい網もついでに入れておきましょう。これで入れ終わりました。はい、じゃあ帰ってきました。明日かかってるか楽しみですね。じゃあ帰ります。それでは翌朝です。なんかね今日手首が痛くて調子が悪かったんですよ。昨日から痛かった。それじゃあいつものように尺稼ぎの長靴を履いて、こちらパジャマじゃなくてカッパを着ていきましょう。カシャカシャと。でライフジャケットはカッパの中へ挿入です。2万円の領収書書いてくれ。2万円の領収書。おう、2万。おう。近く行って喋れということでね何回2万2万2万って言うねん。もう合計8万ぐらいになりましたけど、それでは船の方に乗り込んで、カッパも持って、この日はね雲模様が悪かった、雨が降りそうだったのでカッパの上下を持っていきたいと思います。なんちゅう顔してるんでしょうか。とても28歳にはもう見えなくなってしまいました。昨日のね網を仕掛けたところ、カゴを仕掛けたところに向かってきて到着いたしました。それではまずはこちらはどっちだろう。網の方から上げていきたいと思います。網を上げていって、果たしてお魚はかかっているのか、高速で食っていきますが、くれど来てる感じがあるのは、人手が来て人手が来たっていう感じで、人手でまた人手、来るのは人手ばかりということで、渡る世間は鬼ばかりではありませんが、来る網何が言いたいんだろうね。で1匹目お魚やってきました。こちらタイ語ですね。タイの子供、生きてたら逃がすんですけど残念ながら亡くなっていました。ついで何が来るのか、こちら大きなハモが来ましたね。大きいって言っても1キロぐらいかな。ちょっとでかいぐらいのハモです。これもねすでになくなってました。で3匹目、こちらはガシラ。すべての魚後から外すことといたしまして食っていきます。でこれが本命のベラですね。青ベラ、いいベラです。大きなベラですね。その後ろからこちら赤ベラ、赤ベラから青ベラに性転換します。この話は多分何回もこの後もするし、これからもしていくつもりです。で1匹ベラが逃げてしまいまして、またベラが来て、で次はガシラ、これは青ベラという感じでね、僕はこの遠さからでも分かります。でその後もいろいろ来てと、特に変わり映えのない映像がしばらく続きます。結構来てますね。
だね、しばらく来なかったから全然いないのかなと思ったら結構来てたんですけど、人手もねものすごく多くて外すのがすごい大変でした。ただこの頭とかも後から外すのすごい大変なんですよね。で結構来てるなと思ったら場所がちょっと移ればまた全然来なかったりとか、それの繰り返しでした。でこれがアイナメですね。いいアイナメなんですけど、タコにね多分食われてますね。でこれは鉛ですね。おそらくここで誰かが釣りをしたのではないかなと思います。でその後もベラが来たり頭が来たりと、しまして網繰りが、終了いたしました。それではこちらのお魚を外していきましょう。まず青ベラから、青ベラはちょっと無修正で見ていきましょう。青ベラ、いいベラですね。ギザミっていうんだったかな、なんていうんだったかな。でこちら頭ですね。でこの頭がねすごいかかってて外すのが大変でした。で魚を外していると雨が降ってきたのでカッパを持ってきてよかったということでカッパを着てかぶってこれで OK ですね。再度頭を外してこんな感じで全てのお魚が20分ぐらいかかってなんとか外せました。死んでしまったお魚たちがこれだけで生きてしまってるじゃなくて生きていてくれたお魚がこれだけといった感じです。それでは取れたお魚を見ていきましょう。まずはこちらハモ。ハモの語源はハム、噛むから来てると言われております。でこれが青ベラですね。青くていい。で赤ベラから青ベラに性転換します。赤ベラが大きくなると青ベラになる。でこちらがガンゾウビラメ。でこれがカナオコゼ。正式名称はちょっとわからないんですけど、よく砂浜で踏むのはこいつです。でこれがメバルで頭でこれが、牛の下、馬牛の下、牛馬の下なんだ、アイナメでこれがアイナメですね。あの子の名前が一向に覚えられない。でこのアイナメちょっと顎の下食われてます。でこれがオニオコゼ。僕の動画ではもう何回も出てますね。漁の動画のたびに出てるんじゃねえかっていうぐらい出てます。でこの生かしておいた小さい頭は放流してまた大きくなって取りましょう。頑張って美味しそうに育ってきてください。かわいいですね。フリフリと泳いで逃げていきます。それではエンジンをかけて次はカゴを食っていきましょう。もともとカゴが本命ですから果たしてどれだけのお魚、アナゴやタコが入っているのか楽しみです。カゴを上げていきましょう。ブルーラインのどちら側か分かりませんが1個目スカ、1個目は残念ながらスカでした。重ねていきます。そして2個目ですね。なんか腱鞘炎が痛そうなアピールしてますね。めめしいですね相変わらず。それでは2個目の、カゴ、さっき腱鞘炎って言ったんですけど腱鞘炎かは分かりません。で3個目もスカ、2個目もスカでブルーラインの後ろやってきました。果たして4個目はどうか。ここはねタコがいそうですよね見た感じ。果たしてどうなのか。4個目もスカというわけで次5個目ですね。5個目は確か頭が入ってませんでしたブルーラインのすぐそばなんですが何もいませんね。6個目に頭が入ってませんでした7個目に頭が入ってましたね。編集しながら覚えてるつもりなんですけど全然覚えてないですね。でこちら食っていると何やら、卵がついてます。こちらイカの卵です。多分だけどハリイカかな、どうなんだろう。水イカかハリイカの卵をこうやってロープに産むんですよ。でこれ一皮むいてあげるとすごいプルンとしたね白いものが出てきて綺麗です。白い、卵なんですけどね。で8個目、ようやくマダコが入ってました。小さいマダコですが、貴重なタコ1匹ということで、ゲットいたしました。ただタコが入るとこのようにアナゴもね殺してしまうのでそれはちょっと残念です。アナゴが入ってるやつにタコが入りやすいんですよ。タコもやっぱ美味しいものを食べたくてアナゴが入ってるものによく入ります。それでは玉ねぎ袋の方に入れて生かしておきましょう。 OK です。その後も繰り続けますが一向に来る気配はありません。はい、というわけで20個のカゴすべてが繰り終わりました。全然ダメというわけでダメでした。これがリアルだから帰りましょう。というわけで港の方へ帰ってきました。それじゃあ網酢を準備して、取れたお魚それからマダコを生かしておきましょう。
まあ、それを船のねそばに吊るしておいて、それでは帰りましょう。この後は絶品ベラ料理。編集用に買いましたゲーミングチェアです。買ったけど使いにくかったんで結局ここですね。それはさておき、実はですね、ベラを取ってから3日経ちました。まあ、ちょっとね、僕メンヘラ病発病してて何もしたくねーってなってたんですよこんなツイートとかも上げてね、出るかわかんないんですけど。で、今回の食材がこの中にあります。それがこちら、ベラですね。で、こちらのベラなんですけど、基本的には9線っていう呼ばれてるらしくて、なんでもうメスのベラに9つの9の線があるということで9線らしいんですが、見当たりませんね。これは大きいからかな、ちょっとわかんない。で、このベラすでに3日経過しております。で、お腹とエラはこんな感じで、エラ取ってお腹取って処理して3日経っております。で、今日はこの子を刺身とベラ飯、この2点でやっていきたいと思います。それじゃあやっていきましょう。レッツゴー。それじゃあバットを昔からやってるけど、僕の視聴者さん年齢層高いから、どんな目で見られてるんだろうね。まあいいや。じゃあまず鱗を取っていきます。包丁で結構簡単ですね。はい、取れました。で、簡単って言ったんですけど結構取れにくいですね。じゃあちょっとすき引きをやってみよう。シャーっと。もうちっこいけどいけるな。いけてなかった失敗しとるやん。諦めて取ります。よし。はい、これで全部の鱗が取れたら、こちらの2匹をですね、この土鍋の中に入れていきます。入りません。ちょっと切ります。で OK。 じゃあここでじっくりと炊いておきます。じゃあ次、頭を落として斜めにスコッと。じゃあ全然自信ないんですが、3枚におろしていきます。包丁入れて、うわー、わかんねえ。これマジでわかんねえんだよな。よし、こんな感じが。おで、ここ閉じてこうだな。よいしょ。 OK。 はい、こんな感じで、反対ですね、同じように包丁入れて、で、中までさーっと。これがよいしょよいしょ。 OK。 じゃあ次、赤ベラを大身おろしでいきましょう。背骨の上こう入れていって、めっちゃミスった。よいしょ。 OK。 で、反対にして同じように骨の上感じつつ入れていきます。シュッと。はい。で OK。 じゃあ次、腹骨を引いていきます。よいしょ。で、反対はこう。よし。次、鱗を引いていきます。いけるかな。シャーって入れて、もう丁寧に丁寧に丁寧に。よし OK。 で、シャーっと。よし OK。 で、次に僕の大嫌いな、骨抜きをしていきます。なんでだろう、昔からね、こういうの勉強とかもそうだけど、地味な作業があんまり好きじゃなかったんですよね。でもこれ先、でも本当に先の方しか入ってないや。楽。こいつはこれから骨を抜こう。思ったら結構いるじゃないか。よし OK。 はい、じゃあ骨が抜けたんでいい感じに切って、よいしょ。で、飾っていきます。よいしょ。で、レモン切って、レモンと、最近スモモよく手に入るんで、スモモを飾りましょう。スモモで、わさび。はい、というわけでベラの絞り完成。青ベラと赤ベラです。で、残ったスモモはいただきます。スモモモモモの桃の内。誰でも言える早口言葉ですね。はい、じゃあ釜飯ももういいでしょう。オープン。おー、いい感じにできてますね。醤油とか全く忘れてた。まあいいや、とりあえず木の芽をのして、はい、こちらベラ飯完成。それじゃあ小鳥逆り。はい、それでは浜湯特製ベラ料理完成。ベラの飯に刺身2種盛り。それじゃあ歌よう、始めようか。はい、それではいただきます。
忘れるとこだった。シューブシュゴールデンタイム流行るわけがね。今日はちょっとおふざけが過ぎますね。乾杯。朝休館日を決めた時のビールはうまいな。守ったことがない。じゃあまず青ベラいってみましょう。あんまり意識して食い比べしたことないですよね。ねっとりとね甘くて美味しい。僕はでもねその日の方が好きかな。ちょっとねっとりしすぎで、次赤ベラですね。赤。大して違いはないですね。でベラはやっぱ脂身が少ないんで、寝かすよりも当日食いが一番うまいと思います。ちょっと味が抜けるかな。本当にねうまいんですよ、その日のベラは。マジで甘いから。で次釜飯なんですが、鱗とね骨を取り除きます。やっぱ米食う時に骨とかそういう鱗とか一番萎えるパターンですから、皆さんいろいろ萎えポイントとかあると思うんですけどね、それはしっかり取っていきたいと思います。でほぐして取って、でこっちは塩かけて後でつまみながら食べます。で限りなく骨がないだろうなって身を入れて、で忘れてたこちらのヘビーユーザーをちょっと入れます。よし。でおばあちゃんも少々ビャーってで美味しく混ぜて、お焦げもいい感じや。でネギとごま OK。 はい、それじゃあいただきます。めちゃくちゃうまそうです。いざ。味がすごい美味しい。ベラのしっかりとした出汁とこの柔らかい身、これがね程よく米とシャリと混ざってべらぼうなハーモニーを醸し出しますわ。いやまだまだ知られてないと思うけどね、ベラはほんと美味しい。すももも美味しいです。何よりこのベラ飯が最高やな。正味魚とヘビーユーザーの相性がもう良すぎる。はい、それではあとはゆるりと。ごちそうさまでした。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。廃香炉にカゴとヘビじゃないわ、ベラ立てを仕掛けてみたということで、料理はね、ベラということですごい美味しいベラでしたベラってほんとね知らないと思うんですけど結構美味しいので、皆さんぜひね食べてみてください。廃香炉のカゴの方はちょっと残念な結果でしたけど、そこは置いといて、本日もご視聴ありがとうございました。それじゃあね、See you next time! バイバイ。定まんね。